皆さん、こんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のやきまえるです。皆さん、絵を描くときに構図ってどうやって考えてますか？よくね、いろんな方から、やきまえるさんはどうやって構図を考えてますかってね、聞かれるんですが、僕もね、いまいち構図ってよくわからないんですよね。多くの方が、構図ってどうやって決めるのかわからない。真っ白な紙を見ると手が止まってしまうとね、悩んでいまして、構図って難しいよなって思いますよね。なんかこう、紙構図がパッとね、頭に浮かべばいいんですけどね。ビビッときたー。なかなかね、そうもいかない。そんな時に見ました。こちら。パルミーというイラストオンライン教室の構図講座がね、めちゃくちゃわかりやすかったので、今回パルミーさんのご提供で許可をね、いただいていますので、その構図講座の内容を僕なりにね、ぎゅっとまとめて、なんとこの動画でね、バッチリ紹介しちゃいたいと思います。今回ご紹介するのは、パルミーの中のアニメーターが教える書いて覚える簡単構図講座の内容の一部です。講師はアニメーターの斉藤拓也先生。数々の作画監督を務めています。すごいね、アニメーターさんなんですが、この斉藤拓也先生は、構図は難しくないとおっしゃっているわけなんですよ。構図っていうと、黄金比とか分割法とか日の丸構図とか対角線やら、そういうね、いろんな難しいルールのね、話がよく出てきて、頭がね、痛くなるんですけど、構図で一番に考えなきゃいけないことは、そうじゃないと、この講座ではおっしゃっているわけなんです。じゃあ、何がね、大切なのかというとですね、それは、自分が何を伝えたいのかだっておっしゃってるんです。自分が何を伝えたいのか、確かにね、何よりも大切そうな気がしますよね。だとしたら、どうやって自分が伝えたいことを形にしていくのかっていうのがね、気になるところだと思いますので、今回はその斉藤拓也先生の講座の内容をベースに、僕なりの解釈で構図の決め方というのを教えていきたいと思います。はい、で、早速やっていくんですが、構図をね、考えるときに、まず最初にね、このような真っ白な紙からね、スタートする場合が多いと思いますが、このね、真っ白な紙を見ると手が止まっちゃうんですよね。何書いていいかわかんないんだけど、みたいな。そんな時は、まずはね、フレームを書いてみましょう。こんな感じで、こう適当にフレームをね、書いてみてください。結構みんな急に、はい、自由に書いていいよってね、真っ白な紙を渡されちゃうと、何から始めたらいいかわからなくなっちゃうんですよね。だけど、このように、とりあえずね、フレームを書いてみることで、絵の枠組みができるんですよ。この枠組みという縛りを設けることで、逆にね、動き出せる、アイデアが出てくるというわけなんです。はい、こっからね、構図を考えていくんですが、いきなりここでキャラクターとかを描いてっちゃうと、そもそもキャラクターイラストが難しくて、手がね、止まっちゃうんですよ。なので、まず最初に簡単な記号を使って構図が難しいという先入観をなくしていきましょう。簡単な記号って何かっていうと、例えばこの絵をね、シンプルに考えると、実はこういうね、構図になっているんです。ですので、こんな感じに、まずはね、シンプルな四角で構図っていうのを考えてみましょう。お手元に何か書けるものがある人は、ぜひね、この後僕と一緒に書いてみてください。それでは試しに生と動をテーマにした構図を四角だけでね、書いてみましょう。静かっぽいなって思う構図と動きがあるなって思う構図を、正解はないので自由にね、四角を使って書いてみてください。僕はね、静かって言ったらこうポツンとこう静かに四角があるようなイメージで、動がね、やっぱりごちゃごちゃしてるとね、激しいなって感じがするんで、こんな感じでグワングワンガンガンね、四角をね、飛び散らせてみましょうかね。で、他にも静かっぽいなって感じの構図なら、こんな感じで四角を小さくしてみたり、こんな感じで等間隔に並べてみたり、隅の方に置いてみたりすることでも表現ができます。動きがある感じなら、曲線的や斜めに四角をね、配置してみたり、大きさにばらつきをね、
持たせてみたり、四角自体を斜めにしちゃったりする方法があります。これが正解というわけではなく、とにかくね、自分が正っぽい、同っぽい、それっぽいとね、思うものを自由に書くことを、まずはね、ここでやってみてほしいんです。考えながらやる、感じながらやるっていうことをやっていくことで、だんだんとね、構図が書けるようになってくるんです。そして自分が画面をコントロールできる感覚っていうのを分かってくると、構図がね、すごく楽しくなってきます。で、構図のレパートリーの増やし方なんですが、普段からいろんなイラストを見るときに、こうなってるなっていうのを意識して見るようにしてみてください。イラストを見て、四角とか丸とか、そういう簡単な記号で捉えてみるんです。そうすると構図のレパートリーがどんどん増えていきます。そしたら次はいよいよキャラクターです。こちらはヤキマエルとリンゴというテーマで描いたイラストなんですが、まずね、何も考えず適当にフレームに収めてみましょう。はい、こんな感じでフレームに入れてみたんですが、単純に全身を入れてしまうと、ヤキマエルとリンゴというイラストなのに、リンゴが小さくてよく見えないですよね。どちらかというと、浮遊するヤキマエルみたいなイラストに見えちゃいます。ここで重要なのが、何を見せたいかを考えるということです。見せたいものに合わせてフレーム内のヤキマエルとリンゴの割合を変えてみましょう。例えば、ヤキマエルがリンゴを見ているというね、状況を見せたいと思ったら、画面内のキャラクターとリンゴの割合を増やしてみましょう。もっともっとリンゴを見せたい。リンゴがメインのイラストなんだって思ったら、こんな感じでリンゴをアップに。そうじゃない。キャラクターがリンゴを持っていて、うわー、美味しそうっていう表情が見せたいんだと思ったら、こんな感じでキャラクターの表情をアップにしましょう。こんな感じでキャラクターの顔に寄っている構図にすると、そのキャラクターの気持ちにフォーカスされ、まるで自分かのような感覚になれる主観的な表現ができます。反対に画面を引いてみると、客観的な表現をすることができます。このように構図を考える上で、自分が何を見せたいのかっていうのをしっかり考えることがとても大切なんです。ぜひ皆さんも構図を考えるときは、自分が何を見せたいのかっていうのをしっかりね、考えて、フレーム内の要素の割合を考えるようにしてみてください。でも実際絵を描くときに、今回みたいに全身を描いてからフレームを切ると、切られた部分が無駄になってしまって悲しいですよね。せっかく頑張って描いたのに。ですので実際に構図を考えるときは、例えばこちらのイラストだったら、こうキャラクターがいて、リンゴがあって、といったような単純な形で、まず一旦ね、どう見せたいかを考えるようにしましょう。これがイラストにおける構図を考えるという工程になります。ぜひ皆さんも自分が何を伝えたいのか、自分が何を描きたいのかを考えて、自由に構図を考えてみてください。はい、ということで構図の考え方やってきましたが、どうだったでしょうか？構図って調べると、最初にもね、ちょっと話しました構図のルール。例えば、黄金比とか分割法とか日の丸構図とか対角線とか、そういうね、難しいのがすぐに出てきちゃうんですが、それを最初に考えちゃうと、そもそも自分が何を書きたいのかっていうのがわからなくなっちゃうんです。構図のルールに書きたいものが引っ張られちゃうんですよね。でも、構図を考える上で本当に大切なのは自分が何を伝えたいのかです。それをこの講座で学んでいただけたのならすごく僕は嬉しいです。構図は難しいものではなく楽しむものです。正解不正解は自分で決めていいんです。自分が何を伝えたいのかを考えて自由に構図を考えていきましょう。で、今回僕がやった講座なんですが、かなり元の講座からはしょってお伝えしています。で、さらにこちらの講座には実は続きがありまして、余白の埋め方とか構図での動きの表現方法など具体的な構図の書き方がパルミーで学べます。そしてさらにこちらの構図講座中級編上級編と続いております。構図の具体的な書き方まで学びたいっていう方はぜひね、パルミー使ってみてください。そのパルミーなんですが、なんと現在無料で7日間お試しできちゃいます。こんなこと言っていいのか分かりませんが、
年末年始などの長期休暇とかに登録してみて、無料期間中に集中的に学べばとってもね、お得ですので、ぜひね、お試しで使ってみてください。無料期間中に解約すれば、もちろん費用はかかりません。無料でお試しのリンクは概要欄に貼ってあります。もちろん使ってみていいなって思ったら、そのまま使ってみてください。とってもためになるイラスト講座や漫画講座がなんと200以上ありますので、いっぱい学べますよ。やきまえるのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。最後まで見てくれたあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、グッドボタンで応援してくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。では